文弘さん、俺はいいからそのビデオを涼介さんに。うん、分かった。一瞬の躊躇もなしですか？ご苦労。それだけ？なあ京一、プロジェクト D に教えてやった方が良かったんじゃないか？東道塾のことを。教えても無駄なんだ。涼介は逃げるようなやつじゃない。だけどまずいな、あそこだけは。エンペラーも他社線遠征であっちこっちのコースを回ったけど、東道塾とぶつかることだけは避けたからな。いくらプロジェクト D の2人が速いとは言っても、今度だけは勝て。あれヘルプ。ま、いいか。世界が回る。帰るぞ緑。思ってたよりはまともそうだったな。プロジェクト D か。俺は正直言って感心したよ。チームの体裁としてはかなり合理的だったな。同感ならん。 SRC 専用列車で公主改装、コンテナはパーツと工具がぎっしりだったぜ。8200と2000にそれぞれ専属のメカニックがついてキビキビと動いてましたよ。あの調子なら思ってたよりもやるかもしれないな。昨日までは全く期待してなかったんですがね。俺は正直言って気合入んないっていうか、やる気出ないっすよ。俺の相手がよりによってあの2000じゃな。あんなの追っかけ回してちぎってもただの弱い者いじめみたいじゃないですか。お？だったら俺にやらせろよ。東道塾に正面切って挑戦してきた走り屋なんて初めてだし楽しそうじゃん。それなら俺にもやらせろよ。塾生同士のバトルはシビアすぎて楽しいどころじゃないけど、他流試合なら気楽なもんだぜ。ああ、じゃあ俺も。俺も拙者も。ミーもあいも。しも石や焼きもじゃがいもとろろいも欲しいも。俺もホモスモもマリもバスも特急スーパーヤクもスーもサンライズイズも。うちもちょっと待ってください。いいですよ、俺が走りますから。どうぞどうぞ。よーし、じゃあ負けたやつには熱々おでんをごちそうするぜ。熱々おでん。ほらちくわだぞ。絶対押すなよ。はい、はんぺんはんぺん。別に振りでもなんでもねえよ。ごめん厚揚げもね。おい待て、順番おかしくねえか。なんで俺が前なんだ。先言ったらガンモモかな。誰だ今押したやつ。卵美味しいよ卵。ごめん巾着忘れてた。大根もダメだ、卵もダメだ、巾着はやめろ。マジで怪我する。白時も言っとく。やめてくださいよ。俺が負けるわけないじゃん。大変だ。大気が車両とホームの隙間から線路内に転落したぞ。広く空いてるところがあるので注意しろよ。夜食は熱々おでんがいいな。あまり多すなよ涼介。こういうのって大体熱くないようになってるから。ほらほらはんぺんをポーン。熱っあた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 。いよいよ今夜だな。東道塾対プロジェクト D。 楽しみだな。東道塾の桁外れの強さは地元ならみんな知ってることだからな。楽しみなのは勝ち負けじゃなくてどれだけ差がつくのかってことなんだよな。関西最速といっても所詮は田舎の仲良しグループだろ。コテンコテンにやられるぜ。
かわいそうになってきたよ、プロジェクト D が。好きで来るんだからしょうがねえだろ。ギャラリーする気なら早めに行って場所を押さえといた方がいいぞ。スタート地点に近いところにみんな殺到するだろうから。スタートしたらあっさり終わっちまうバトルだからな。帰るまでがバトルで押さないで歩いてください。前の人はリセットボタンではありません。前の人を押してもあなたたちの人生はリセットされませんよ。お友達とはぐれてしまった方、再び会うのは絶望的です。最初からいなかったものとみなしてください。そうすれば気が楽です。詰めてください。詰めて詰めて。皆さんはぷよぷよのぷよです。前の人とぴったりくっついてください。大丈夫、色が違うから消えたりしません。詰めてください。密着してください。男性しかいないので問題にはなりません。多分混雑して危険ですのでゆっくりしていってね。今の話が分かったという人は手を挙げてキラーしてください。喧嘩始める。うるせえ埼玉県民。あれ栃木県民。全社員が来てんじゃねえだろ。仲良くしろや。なんとかこら。県民の朝と味のねえぞ。制服の色が目が近しかった。茨城県民はすっ込んでろ。藤原匠です。二宮大輝だ。若いやつだな。こいつがプロジェクト D のダウンヒラか。バトルは順にスタートして浅草に先着した方の勝ちだ。スタート順はそっちの言う通り、こちらが先発する。鬼怒川温泉からスタート。東武日光から用意ドンじゃねえのか。東道塾側から申し入れがあった。何か策があるのかもしれんが、こちらが先発スタートなら断る理由もないからな。海広か藤原に代わってくれ。はいはい。それだけはちょっと。半日で土下座。何卒ご勘弁を。頼んだぞ藤原。海広さん。今日の相手すごいですよ。俺にはわかるんです。めちゃめちゃ速いやつです。すげえや。すごいっすよ。藤原、服着ろよ。日光スタートじゃダメなのか。あっちの方が簡単に終わらせられるのに。そうかもしれないですけどね。ちょっと引っかかることがあって。服着ろよ。わかるでしょう。思ったほどちょろい相手じゃないですよ。っていうかすっげえムカつきます。よし、隙を見て引いちまえ。トランクさんだ。ゆっくり進行して絹立井は信号所を出たところで全開だ。2000が先に出るから続行してくれ。わかった。あの2000系の若いドライバーは思ったよりずっとまともそうだぜ。出発駅を変えたのはいくらか興味が出てきたからだ。なぜ2000系なんだ。どれだけのことができるって言うんだ。じっくり見せてもらうぜ。さあ行け。スタートするぞ。いよいよ始まるぞ、ダウンヒル。聞こえるか凌介。たった今2列車が全開走行に突入していったぞ。いよいよ始まったぜ。プロジェクト D の進化が問われる重要な一戦だ。
宮の 51,901F が後追いなのか。先行だったらあっという間に終わっちまうんじゃねえか。けどさ、あの2000遅くねえぞ。そうだよな、気のせいかめちゃくちゃ速いような。他流試合は気楽でいいとか昨日誰かが言ってたっけな。冗談じゃねえぜ。このまんま東道塾のバトルに参加しても通用するレベルだぜ。こいつ一体何者なんだ。少なからずショックだぜ。たった一晩でこのレベルまで来れたやつが今まで東道塾にいたかよ。どんなチューニングか知らねえが俺の TM03 と互角に伸びるし、おまけにやたらとよく曲がる。うちの8000系よりも古い車だぜ。目の当たりにしなきゃ絶対に信じらんねえ。何をどうすればこんな車に仕上げられるんだ。これならば確かに不利な遠征バトルで勝ち続けてこれたかもしれないが、今度ばかりは運が悪かった。ここは俺たち東道塾のホームコースなんだよ。ここからが本番だ。二宮の全開ダウンヒル。あの阪急どこまで踏ん張れるか楽しみだぜ。今回は随分ギャラリーが多いな。一体何なんだ東道塾って。一言で言えばスパルタの特訓道場ってとこかな。実践的なプロ仕込みのマニアックな技術を徹底して叩き込まれてる。何のだよ。京浜急行の須藤恭一が東道塾出身といえばわかるだろう。あの手のえげつない猛者がゴロゴロいるからな。間違いなく今までで最強の対戦相手だ。不動クラスがゴロゴロいる。 D もまだ指導し始めたばっかりだってのに、もう少し後でぶつかりたい相手でしたね。上等じゃねえか。いずれ当たるなら早めに潰した方がいいに決まってる。この一戦に自らの進化を問う。総力を挙げて東道塾を粉砕するぞ。そう思うだろう健太。しゃぶりこんにちは。僕ケンタです。よろしくね。これでは東道塾に勝てん。ああ、俺たち東道塾と何を張り合ってんだ。さあ昨日まで散々バカにしてた相手の阪急2000系だけど、直前に何か感じるもんがあったんじゃないですかね。それが多分始発駅を変えてまで後追いを選んだ理由ですよ。それでもし期待を裏切るようなヘボな走りならぶち抜いて終わらせてしまえばいいんだから。現役で一番うまいって言われたんだろあいつは。何が得意だった？大輝はブレーキングがうまいんですよ。5万系のマスコンはワンハンドルですが、大輝の 51,901F はツーハンドルなんです。あいつのブレーキングは半端じゃないですよ。からしとってからし。誰だよ厚揚げ削したの。
球なんてぶっちぎれ。ぶっちぎれだってよ。何も知らねえんだな。あいつら地元なのか。宝塚線の2000系を抜けるわけねえだろ。プロジェクト D に入る前は関西エリアで負けなしのダウンヒラーだったんだぜ。行け阪急、ドームなんてぶっちぎれ。聞いたか、ぶっちぎれとか言っちゃってる。あいつらプロジェクト D の追っかけかよ。何にも知らねえんだな、東道塾の実力を。二宮の5万系から逃げ切れるやつなんているわけねえよ。この2000系の実力は大体分かった。思ってたよりもレベルは高いな。俺を慌てさせるほどでもなさそうだ。東道塾のメンツにかけても早々に終わらせたいもんだぜ。どっかでぶち抜いてやらねえとな。限界ギリギリのプレッシャーをかけてチャンスを作る。どこまで我慢できるか見ものだぜ。振り返
精神力の強いやつだといくらプレッシャーをかけても手応えがない。東道塾の人間でもここまでで間違いなく反応が返ってくるからな。伊勢崎、日光戦は戦型は単調だがスピードがない。ツッコミで仕掛けるポイントはいくつもある。それがどうだ、ブレーキングで追い込んでもギリギリ届かない。重い構成者のツッコミがこんなに速いとはな。この2戦がもう少し下手だったらこんなバトルとっくに終わっているんだから。先行で来るんじゃないかと思ってたが後追いを選んだが、さすがというか本物だな。さっき藤原がスタートする前に電話で何か言ってたろ。どんなアドバイスしたんだ？アドバイスというほどのものじゃないけどな。基本的な指示を2つしただけだ。どんな？後ろは見るな。兄貴、藤原に2つ指示を出したって言ってたよ。もう一つは何なんだ？もう一つはノッチ縛りだ。2000回のマスコンは新幹線並みの12ノッチだ。だがそのトップエンドを使わないで最大11ノッチで実行させてるんだ。あいつ前回を封印したまま東道塾のトップダウンヒラから逃げてるのか。何のためにそんなことをするんだ？手の内を全て相手にさらけ出したくないからだ。だけど藤原には手の込んだ駆け引きはまだ無理だからな。あれだけ強力な敵に戦闘力を制限するのはもちろんリスクがあるけど、俺のシミュレーション通り北越谷まで逃げ切れれば東道塾を出し抜ける。あとは藤原のセンスが頼りだ。一か八かの大博打さ。やっと分かったぜ。前回を封印した藤原の走りを見れば見るほど深い罠にはまるってわけか。
たっぷりと見せてもらったからな。2000系の戦闘力とドライバーの実力も全て分かった上で、あえて言わせてもらえば、俺についてこれるほどのスピードはない。たまりにたまった鬱憤を一気に吐き出させてもらうぞ。一瞬で終わらせる。二宮が仕掛けた。あっさりと前に出たぞ。プロジェクト D も結構レベル高いみたいだけど、やっぱり行動軸は格が違うぜ。遅い方が前にいたから使えてただけなんだ。コーナー一つ抜けるたびにどんどん差は広がるぜ。もう2000系にチャンスはない。あとは北千住を通過して浅草にゴールするだけ。日光からスタートしとけばもっと早く勝負がついたんだ。何をやってんだ俺は。情けねえ。どういうことだ。前半でこいつの限界のスピードは見切っているはずだ。確実に今それを超えるスピードで走っているんだ。ついてこれるわけがないのに、なぜそこにいる。どういうことなんだ。問題だぞこりゃ。相手が最新のベクトル制御 3VF インバータ車だって言うならともかく、そりゃ違うでしょ先輩方。俺たちみんなとんでもない見当違いをしてたんだ。大輝がヘマをやってるわけじゃない。相手の2000系が速いんですよ。大輝のダウンヒルはかけねなしにナンバーワンなんですよ。いつも一緒に走ってる俺たちが保証しますよ。大輝の5万系と互角のスピードで走るやつがいるなんて途方もないことですよ。すんげえ怖いよ。車体フラフラさせながら突っ込んでくるもんな、2台とも。ギリギリの限界までブレーキを遅らせてるんだ。だけどあそこまで二宮が攻めてるのに2000がついてるのはどういうわけなんだ。信じらんねえよな。東道塾の最速5万系を相手にしてめちゃめちゃガチンコだぜプロジェクト D って。それにしてもこのコースはスピードが乗るから、あんなすげえ攻め方してて車体どこまで持つのかな。すげえな兄貴、あの時の2つのアドバイスにそんな深い目論みがあったなんてな。目論みというほどのものじゃないがな。昨日の夜俺たちは向こうの走りを見てなかったが、向こうもこっちの走りを見ようとしなかったからな。それほどの自信ならその真理を逆手に取ってやろうと考えていた。重要なのはこれからだ。東道塾のトップダウンヒラーともなれば桁違いのペースを作るだろう。通常では考えられないほど車輪にもブレーキにもストレスがかかる。2000もそう長くは持たないはずだ。残されたわずかなチャンスを藤原がものにできるかどうかだ。「
わけには。行かれた。一番得意なブレーキングで逆にこの俺が抜かれた。何やってんだ。どうなってんだよ一体。信じられねえぞ、地元でお前が負けるなんて。それは俺じゃねえです。そんなに早かったのかあの兄さん。それも俺じゃねえです。早いことは早いですけど、それよりも信じられないほどクレバーな戦略にやられた気がするんだ。俺はまんまとはめられて結局あのざまだ。あいつら早いだけじゃない、頭いいですよ。よし、分かった。俺が敵を取ってやる。こりゃダメだ。よくやったな藤原、お前本当にいい仕事したぜ。ご苦労さん、気を抜いていいぜ。ゆっくり休んでくれ。よかった。無我夢中で冷や汗ダラダラだったけど、涼介さんが京一さんの顔するのめったにないから、俺はちゃんと涼介さんの期待に応えられたんだな。けどこれいらねえ。